Yeah, 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 yeah. Ay, coming in. Yeah. こんにちは、かえです。今日は特別なプリンを作ってみたいと思います。代々木公園の近くにあるパスというお店で、ごく短い期間だけ限定メニューとして提供されていた伝説のプリンを今回は再現してみます。このプリンは今までたったの2回しかメニューに載ったことがないんですね。しかもこのお店の限定メニューはいつも争奪戦になってしまってすぐに売り切れてしまうんで、実は私もこのプリンを食べたことがありません。ただこのお店のオーナーで、パティシエの後藤雄一さんがこちらのね、料理通信という雑誌で詳しいレシピを公開しているので、それを頼りにねお店に近い味を再現できたらなと思ってます。早速作り始めますけど、ここで1点注意事項があります。このプリンは完成までになんと3日もかかります。プリンをね作るだけでどうやったら3日もかかるのって話なんですけど、そのあたりの、疑問も含めてこれから3日間頑張っていきましょう。よろしくお願いします。はい、では1日目の作業です。今日はプリンのベースになる牛乳と生クリームを混ぜ合わせてバニラビーンズを加えるところまでやっていきます。材料をねまず測っていきます。牛乳から最後の微妙なあたりが緊張する。生クリームこんなもんですかね。ボウルに合わせます。軽くホイッパーで混ぜておきます。はい、牛乳と生クリームが混ざりました。続いてバニラビーンズを鞘から出していきます。バニラビーンズは少しこの鞘をナイフで割りまして、この中にこの入っているのがこれね、これがバニラビーンズです。中からこそげ出していきます。うまく飛んでっちゃった。こんな感じ。見た目だと全然美味しくなさそうだ。これをなんか最初に食べようと思った人はすごいですよね。バニラビーンズが取れました。バニラビーンズは牛乳に入れていきます。鞘ごとね入れてください。香りが出ます。で入れたのを軽く混ぜておきます。こんな感じで牛乳につぶつぶが入りました。これにラップをかけて一晩冷蔵庫で寝かせておきます。そうすることによって牛乳にバニラビーンズの香りがしっかりとつきますので、というのが1日目、3日目のうちの1日目の工程です。はい、2日目を迎えました。今日の作業は主に3つあります。1つ目はカラメルを作ります。2つ目はプリンの生地を仕上げ、そして3つ目がオーブンで生地を加熱していきます。それでは始めていきましょう。ではまず最初カラメルを作っていきます。使うのはグラニュー糖のみです。お鍋に入れて火にかけていきます。だんだん熱が上がってくると砂糖が溶けてきてカラメルになっていくんですけど、このレシピのポイントはカラメルを作ってる間にヘラを入れないことだそうです。お砂糖が全部溶けてカラメルになったので焼き型の方に入れていきます。もう固まっちゃった。よいしょ、これを氷水で冷やしておきます。はい、続いて、昨日一晩ねバニラを入れて寝かせておいた卵と生クリームをこれからお鍋で沸かしていきます。焦げないように沸騰させるのがポイントみたいですね。卵はあらかじめ全卵と卵黄が一緒に入っているのであらかじめ計量してあります。そこに同じく計量したお砂糖を加えていきます。あまり空気を抱き込ませないように
混ぜるのがポイントらしいですね。牛乳が沸いたら卵と合わせていくんですけど、一度に入れると卵が煮えてしまうので回しながら少しずつ入れていきます。これで卵と牛乳が合わさって生地ができました。では生地をこして型に入れていきます。ブレーカー。抵抗器大丈夫です。はい、こせました。これで生地が出来上がりです。生地をオーブンに入れるのにプリンを湯煎にかけていくので、優しく火入れするためにプリンの周りにお湯を注いでいきます。プリンが温泉に浸かって気持ちよくなってる間に火が入るというマジックらしいです。でこのまま天板に乗せたままオーブンに、あとはこのまま3時間火入れです。今日の作業はこれで終わりです。今プリン3時間火入れしてるんですけど、3時間経ったら粗熱を取って、それから冷蔵庫に入れて冷やしていって、明日やっと食べていくということになります。待ち遠しいですね。プリン作りようやく3日目、今日いよいよ食べれるということで、昨日ね焼き上げて、冷蔵庫でプリンを冷やしておきましたが、これです。これをこれから、お皿に出していこうかなと思います。結局ね火入れの時間は、レシピのものよりもさらに1時間追加して、焼きました。なかなかちょっとね業務用のオーブンと家庭用のオーブンだと火の入り方が違うみたいで、意外と時間がかかりました。ちゃんとね固まってるといいんですけれども、でも大丈夫そうな気がしますね。では型から抜いていきます。なんか全然周りが綺麗に取れないよ。せーの。お、いいんじゃないですか。うわー、崩れた結構しっかり固まったかなと思ったんですけど、難しいねやっぱりね。ケーキサーファーがないはい、それではできたプリンを食べていこうと思います。見た目はボロボロだけど、お味はすごい滑らかで、すごいここが綺麗な断面になってるのが見えますかね。すごく滑らかで口どけのいいプリンにはなってます。もう上出来上出来。これねペロッといけるやつですよ。じゃあ残りはこのまんまいっちゃいます。うまい。これね本当に生地はよくできてるんです。火入れもすごく綺麗に入ってるんですよね。見た目はこんな麻婆豆腐みたいになりましたけど、問題は型から抜く腕わかんないけど、ちょっとね最後温度を上げて追加で焼いた部分のせいか、プリンの型に入ってるところの表面のところが硬くなって皮ができてしまったんで、それがちょっとやっぱ食感の邪魔にはなってるんですけど、滑らかで口の中でスルッと溶ける美味しいプリンになってます。お家でここまで美味しいプリンが作れるんだったら、まあ3日も苦じゃないかなっていう気にはなってくるかな。なんか作ってよかったなと思いました。今回のレシピが載っている料理通信はかなり前のバックナンバーなので、本を入手するのはちょっと難しいんですけど、電子書籍版とかがね Amazon で販売されてます。概要欄にねリンクを貼っておきますので、興味があったらチェックしてみてください。このプリンがね美味しそうだったらいいね、チャンネル登録もぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。